おはようございます。メリカン太一です。今日はじゃがいもを使ってピューレでポムドテール、じゃがいものピューレを作っていきたいと思います。それでは始めましょう。まずエプルシェ、皮を剥いていきます。よく洗ったじゃがいものまず細い面を一周してから残り平らな面をこのような感じに好む皮むき器で剥いていきます。はい、もう一度あります。この細い面をまず一周して、その後平らな面をじゃがいもと好むを動かしながら剥いていきます。この剥き方が一番早い剥き方だと思います。剥き終わったじゃがいもは水につけて置いておいてあります。変色するのを防ぐためです。じゃがいもの火の入りが均一になるように、なるべく同じサイズになるように切っていきます。なぜ火の入りを均一にしないといけないかというと、火が入ってないまま裏ごしてしまうと粘りが出ますし、火が入りすぎてしまうと水っぽいピューレになってしまいます。なのでなるべく形を揃えて均一に火が入るようにしてください。で、塩は軽く下味がつく程度に入れて、ここから火をつけて湯がいていきます。この時塩の量を気をつけないと、塩を入れすぎると粘りが出やすくなりますし、皮がない分塩が入りやすいので塩辛いピューレになってしまいます。火が入ったかどうかを包丁を刺してスッと入って抜ければ火の入った証拠です。ざるにじゃがいもを入れて水気を切ってやります。その後鍋に戻して軽く水分を飛ばしてやります。軽く水分が飛んだら裏ごし器を使ってタミゼですね、裏ごしていきます。タミゼ裏ごしする時ですけども、このような感じに押しながら裏ごしていってください。そうしないとこすりつけてしまうと粘りの出る原因になります。あとじゃがいもは熱いうちに裏ごしてください。じゃがいもが冷めてきたまま裏ごしてやると粘りの出る原因になります。タミゼ裏ごししたじゃがいもを鍋に入れてセッシェ乾かしていきます。このような感じに鍋の底に一層軽くじゃがいものピューレがついたらバターでモンテしていきます。木べらもしくはゴンベラを使いながらモンテオーブルバターをモンテしていきます。このバターをモンテする時から笛、ビーターなどを使ってしまうと粘りが出やすいので、なるべく木べらかゴンベラでバターをモンテしていてください。このバターの代わりにオリーブオイルを入れても美味しい軽い感じのピューレが出来上がります。なのでお好みでバターもしくはオリーブオイル半々でも構いませんし、お好みで変えてもらったらいいと思います。ピューレで有名なシェフジョエル・ロビッションはバターとじゃがいもの量が同割りでした。今回じゃがいもは皮を剥いて湯がきましたけども、皮付きのまましても構わないと思います。じゃがいもの種類によってだいぶ変わりますし、好みで違ってくると思います。オーブンに入れて焼いてしまうと乾いた部分ができてしまうので、私個人的には湯がいた方が好きです。じゃがいもは焦げない程度の熱い温度を保ちながらバターをモンテしていきます。バターをモンテした時点で最後塩をしてやります。最初から塩をしてしまうと粘りが出やすくなりますので、最後に軽く塩をして味を整えます。最後に沸いた牛乳を入れて濃度を調節します。必ず沸いた牛乳を使ってください。もし冷たい牛乳を入れるとせっかくモンテして熱々のピューレが冷たくなってしまいます。最後牛乳で濃度を調節するとき、量が多ければ笛、ビーターですね、ホイッパーを使ってもらっても構いません。今回量が少ないのでこのまま木べらで最後濃度を調節していきます。これでピューレでポムドテール、じゃがいものピューレの完成です。よくこれに相性がいいのは、あとノアドムスカ、ナツメグをすったものを入れても非常によく合うと思います。今回はコックオーバンのガルニチュールとして作りました。じゃがいものピューレはいろいろな料理に相性がいいので、また紹介していきたいと思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。